あなたならどうしますか？天国にいるあの人と話ができるとしたら、そんな不可能を可能にする男がいる。スピリチュアルカウンセラー江原博之。その江原の能力がこの夏再び悲しみに暮れる人々を救う。母の目の前で突然いなくなった子供、そして思いもよらぬ場所で起きたあまりにも不可解な事故。あの夜我が子に何が起こったのか。取り返しのつかない後悔の中、残された父と母は愛する我が子のぬくもりを求めて。一部始終がもうずっと頭に追って声かけてるのが見える。空、グワグママも大好き。娘を襲う不治の病、その壮絶な闘病生活の中、家族に入る小さな亀裂。わずか15歳で行ってしまった娘を、お前は何を思い何を告げたかったのか。戦いだったですね。エリを失うかもしれないっていう恐怖が怖かったです。突然行ってしまったあの人から残された家族へ、江原が伝える亡き家族からのメッセージ。その声なき思いが伝わるとき、壊れかけた絆に奇跡が起きる。愛する人よ、もう一度。江原博之スペシャル、天国からの手紙、亡き家族からのメッセージ。ということで始まりました江原博之スペシャル、天国からの手紙、亡き家族からのメッセージということで、船越さんもオープニングの VTR を見ただけで、もうダメですね。なんか目頭がぐっと熱くなってしまいますね。本当にね、この番組を通じて、なんかこう死ぬこと、死っていうことへの受け止め方、受け入れ方が全く変わったような気がしますね。そしてスピリチュアルカウンセラーの江原博之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。江原さん、もうすぐ、お盆ということなんですけれどもね、この季節本当にその、あの世からという表現でいいんでしょうか、帰っていらっしゃるんですか？お盆という習慣はとてもいい習慣だと思うんですけどね、亡き人を思い出すには、ただ霊的なことで真実から言うとお盆はあまり関係なくですね、メッセージがあればいつでもまた見たいことがあればね、見に行きたりって、それは自由なんです。まずは飯島さんに伺いたいんですけど、飯島さん、その霊とかの存在っていうのは信じますか？信じますね。すごく実際見たことあります？ありますね。幽体なんていうんですか、離脱、それを24の時に経験したよ。高速で上に上がるんですよ。ガーって風を感じて。そう、鮮明に覚えてるんですね。覚えてます。もうスーッ、もうバクバクしてますから。秀樹さんの場合は特に強いですね。でまた人生のね、節目節目にそういうこと起きてます。実はね、その言ってる間にね、さまざまなアドバイスを受けて帰ってきてるんですよ。的場さんに伺いたいのは、どうしてそんなに顔が怖いんですか？いやいや、真面目に話をちょっと聞いてただけですけど。そうですか。幼い頃、母と別れ、大きな父の手で育てられた2人の娘。しかしある日、この世でたった一人の親が突然亡くなった時、残された娘は何を頼って生きていけばいいのか。これは父と娘の懸命に生きた絆の物語です。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。群馬県にお住まいの砂川ひろみさん、姉の由美さん。2人の心から決して消えることがない父の面影とあの日の後悔。今から22年前、当時私が7歳だった時、母は他に好きな男性ができたと突然家を出て行きました。そして父ちゃんとの生活が始まったのです。父ちゃんは居酒屋をやっていて、学校が終わると毎日お店に帰りました。だから
父ちゃんの働く姿をずっと見て育ったのです。魚、おろしてる時が一番かっこよかったかな。顔が変わるもんね。もう本当職人さんみんなに見せたかった。自慢したかった。父は2人の娘を育てるために一生懸命でした。夜遅くまで働き、店が終わると2人を連れて帰宅。娘たちもまたそんな父を慕い、まっすぐ素直に育っていきました。男で一つ、父は娘に精一杯の愛情を注ぎ、親子3人肩を寄せ合って暮らしていたのです。極端に寂しいと思いはしなかった。父ちゃん大好きだったから。高校を卒業すると、ひろみさんは父の居酒屋に就職と同時に、実家近くで姉の由美さんと2人暮らしを始めたのです。そして2人の娘のために隣同士でお店を開きたいという父の夢が叶ったのは、妹のひろみさん23歳の誕生日の日でした。新しい店は活気にあふれ、父の夢が叶ったことを誰よりも喜び笑顔で支える娘。ずっと家族一緒に頑張っていける、そう信じていました。しかしそれから1年も経たないうちに、これレシピまとめといたから。どうしたの急に。俺が死んだら形見になるから持っとけ。形見？何言ってるの？いらないよ。いいから持っとけ。父ちゃん死んだら形見になるんだから取っとけって。やだと思いながら、もう本当に形見になっちゃった。父と娘、苦労が報われる時、その別れはあまりにも突然に。相川要。母と別れ、父と2人の娘で肩を寄せ合い生きてきた親子。その苦労がようやく報われる、そんな時、その別れはあまりにも突然。はい、もしもし。おう、ひろみか。これから3人で一緒に飯でも食いに行かないか。今日？友達と約束しちゃったんだ。由美は何してる？お姉ちゃんも出かけるみたいで。そうか。3人で一緒に飯を食おうと思ってたのに。寂しいな。寂しいなんて、いい大人が何言ってんの？いつもと変わらない普通の会話。まさかこれが父との最後の会話になろうとは想像できるはずもなく。寂しいって電話で言ってたんですよ。いい大人が何言ってんだなんて言って来ちゃった。そして翌朝。はい、もしもし。私、お父様が通われている病院の者なんですが、今日お父様がいらっしゃらなくて電話にも出ないんです。父ちゃん、父ちゃん、ねえ父ちゃん。扇風機もつきっぱなしで冷たくなってた。父ちゃん、まだお店も頑張るんでしょ？料理だってレシピもらっただけじゃ分かんないよ。父ちゃんがいなきゃまだ分かんないよ。父康平さん、享年52。お店ができてからわずか10ヶ月。あまりにも突然で早すぎる死でした。そしてあの日から6年。現在妹ひろみさんは父の残した居酒屋を切り盛りし、姉の由美さんもまた隣のお店を守り続けています。父の夢を必死に守り続けている2人の娘。憧れていた父の背中を追い続けるひろみさん。その姿を見守るかのように、厨房にある亡き父の写真。
しかし娘たちの周りで死後6年経った今でも不思議な現象が。ごめんな。ごめんなひろみ。ここをねこうやって撫でられる感じで、で頭の中で「ひろみひろみ」って。さらにはこんなことも。ありがとう。ねえ、ひろみのお父さん。成仏できてなくて心配でいるんかなとか、なんか言いたいことあるんかなとか、会いたい。男手一つで2人の娘を育て上げた父。別れも言わず突然行ってしまった父は今何を思っているのか。死後6年未だ続く不思議な現象にはどんな意味があるというのか。その声なきメッセージを受け止めるため江原が現場へと向かった。6年前2人の娘を残し突然行ってしまった父。その声なき思いを受け止めるため江原が現場へと向かう。現時点でここから見えるのは、どうもこのお父さん浄化されてない感じがあるんですね。父の霊は未だこの世にとどまっているという江原。一体その訳とは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうだね。いや実はね、カウンターに座ってる姿が見えるわけ。独特の足音聞こえない。なんていうのかな、こうね、するようなこういう足音、こういう。だからもともとそういう歩き方、なんていうの、こうすり歩き。あんまり上に足を上げない。上げない。額に入ったね、お店に絵みたいなのがあって、そこのねガラス目に顔が映って見えるの。あれかな。まあ行ってみましょうね、とりあえずね。じいちゃんに会うんだよ。うん、そう。そして父親との思い出が詰まった店へと到着。愛する父がこの中にいる。そのぬくもりを求めて再会の時を待つ2人。そしてこういうところで何かしたらこういじってるタイプ。どうです？いじってる。正面ずれてるものを。今入ってきた時にもここ座ってたの、今去っていなくなったけど。うそー。いや、じゃああそこにいるんですか？そう。父ちゃん。これそれでここに映る。ほら、僕ほら顔あるでしょね。お父さんもとこうだから映って見えるでしょ。江原が霊視で指摘した額。そのガラスに映る父の霊が愛する娘を見守り続けているという。死してなお行くべき場所へと行かず、この店にとどまり続けるその訳は。父の霊と交信を始める江原。そして父親の霊が江原に重なる。あれだね、最後あれじゃなかった、相当口の中乾いてなかった。水とか飲みたかったんだよこれ。今ね、こっちに入れたの、お父さん逃げないように。ものすごい抵抗すんだもん。なぜねこんだけ抵抗するかっていうとね、僕が来ることで自分がね追い出されるように思ってるね。だから邪魔しないでくれっていう感じなわけ。だからお父さん自身は要するに亡くなってる、死んでるっていうことは分かってんの。居ついちゃってるから、この時の思い出を引きずってるわけ。ずっとちゃんと行くとこ行けば楽になれるのに、そっちの道を選ぶよりも2人のところとかこの店とかにずっとこのテリトリーの中で生き続けることを好んじゃってるわけ。死後6年
未だ苦しみを伴いながらもこの世にとどまり、愛する娘のそばにいることを強く望んでいるという父親。そこには男手一つで娘2人を育てながらずっと一人で抱えていた思いが込められていた。実はね、お父さんね、2人をね育ててきたじゃない。違う、2人に頼って生きてきたの。あなたたち娘だけど母親でもあったでしょ、お父さん。だからお父さんの全部兼ねてたのね。家族全部、奥さん代わり、お母さん代わりでもまた娘、みんな演じてるわけ。2人なしに生きていけないね。実はね、とにかく寂しかったんだって。自分の人生ね含めて。でこんな言い方すんの、俺は所詮嫌われ者だからってこういう言い方すんのね。だからいつも言ってたでしょ。で唯一嫌わなかったのはこの2人だけなんだっていう、そういう思いなの。だからこの世の中みんな自分は嫌ってて嫌われ者で、自分はね自分のことをね要するに愛してくれるのはこの2人しかいないね。あの世に行ったところで俺はどうせ嫌われ者だからね、苦しくてもここに残ってた方が俺にとってはここの方がね極楽なんだって、こういうことを言うわけよ。自分は嫌われ者だった。妻も去っていく中で2人の娘だけは自分を嫌うどころかまっすぐの愛情を向け愛してくれた。だからこそかけがえのない娘たちのそばから離れることなんてできなかった。落ち着いてきたからあれしたんだけど、もう解き放したんだけどね、お父さんを。そしたら今度そこにいるよ、2人の間にいる。2人の肩こうして真ん中にいるの。言ってあげてくれる？そのお父さんをね思う気持ちはあるけれど、やっぱり自分たちの人生はまた別だと思うし、でお互い自立した方がいいっていうことをお父さんに言ってあげてくれる？そう、そこでも言えること大事だよ。もういけない。自分たちを愛するあまりこの世にとどまり苦しんでいる父にあえて別れを告げた娘。もうみんな前に進まなければいけない。泣いてる。泣きながら俺が悪いんだって。っていうかね、それこそ2人に対してだから、特にお姉さんの方にはもう小さい時から苦労させてるしって、あとはお前たちの好きなようにやっていけばいいって、こういう不器用なね生き方を真似ないように、お前たちはもっと人から愛されてね、仲良くね。父ちゃんのこと本当に尊敬。本当に尊敬していた。伝えられなかった父への思いを告げた娘。そして父が最後の時飲みたがっていたという水を備える。いや、ごめんな。そこ今座ってお水飲んでるからね。本当ですか？ここへ。そうさあ、こっからあれだよ、もうお別れで。父ちゃんどうもありがとう。あの日から6年、今父と娘新たな旅立ちの時が。ひろみとゆみでこれから頑張っていくから、父ちゃんの子供に生まれてよかったよ。よかったね。抱っこしてあげて。抱っこ、じいちゃんじいちゃん。
じゃあね、さよならですよ。こうして愛する娘たちの思いを胸にずっと一人頑張り続けた父親は家族みんなに見送られながら天国へと旅立っていった。みんなに助けられながら一人で頑張ろうって思います。原さんが言う本当に父ちゃんの言葉って本当にそのまんま父ちゃんが言ってた言葉だったから、なんか本当に父ちゃんと喋ってるみたいでね、やっぱりいたかって父と娘3人で支え合ってきた家族。あの突然の悲劇から6年、今お互いに自立を誓い新しい道を歩み始めたのです。そして娘は偉大な父の背中をずっと追い続けるのでしょう。誰よりも自分を愛してくれた父のために。お父さんの方が江原さん、娘さんと別れられなかったっていうことなんですかね。そうなんですね。もう本当に全ての役割があったんだと思うんです。お二人にね。そうなんでしょうね。お母さんであり、奥さんであり、そして子供でありね。気になったのはその浄化仮にされたとして、例えば自分の奥さんとかに何か危険が迫るとか、そういう時っていうのは、私は手出しができるんですか？できますよ。できる。ただそれがこれ難しいところでね、要するにその人にとってそれが必要なこともあるわけですよ。だって例えばお子さんが例えばよちよち歩く転んだとして、転んででもその転ばないように助けることがいいかどうかは別でしょ。そうですね。ただ私はこの番組通してね、皆さんに理解してもらいたいのは、だからこそね、生きている今十分込めるんです、一日一日ね。先ほどいろんなお父さんからメッセージ伝えましたでしょ。で、父ちゃんだ、父ちゃんがいつも言ってた、父ちゃんならそうだっていうありますでしょ。これね、当たり前のことに思いますでしょ。私ね、今の日本ってね、本当に子供がね、まさにあれは父ちゃんだ、父ちゃんならこういう、母ちゃんならこういうがあるだろうか、そこまでの結びつきが。お父ちゃんという言葉すごいいいなと思ったね。あったかく聞こえますよね。何度叱っても言うことを聞かない子供に、もうこんな子はいらないと思ってしまったことはありませんか？明日も元気でいるのが当然だと思っていた我が子が突然言ってしまった時、母は迫り来る後悔の中でこう問いかけました。この子が自分たちのもとに生まれてきたのには何か意味があるのだろうか。小室空くん、はい、お返事。平成13年11月23日に生まれた愛する我が子。生まれた時、きれいに広がっていた青い空のように育ってほしいと、空と名付けました。とにかく天真爛漫で、登れるとこはどこでも登って、で飛び降りるんでドスンとか、結構下の方にも迷惑をかけたんじゃないかっていうぐらい常に動いて元気な子でした。どこにでもあるごく普通の幸せ。まさかあんな悲劇が起ころうとは誰が想像していたでしょうか。平成17年12月22日。ミク、熱下がったか？ダメ、もう具合悪いから寝なくて、私まで寝不足。そっか。そういえばね、空がクリスマスはパパと一緒に遊ぶんだって楽しみにしてたわよ。最近忙しくて遊ぶ時間なかったからな。こら空、ミクが寝てるんだから静かにしなさいって言ったでしょ。もしもし。あ、俺今仕事終わったからこれから帰るから。誰？パパ。代わって。パパ？パパ
さけ珍しく呼びかけてて、その言葉もやっぱりまだ忘れられなくて残ってますね。パパ帰ってきた？ソーラ、少し静かにしててね。パパもうすぐ帰ってくるから。いつもと変わらない息子の笑顔。まさかこれが最後の姿になるなど、母はこの時気づくはずもなく、あの笑顔が、最後っていうか、あさってクリスマスか。今日プレゼント買っておけば土日はずっと空と遊んでやれるな。ソーラ、静かにしてね。そして悲劇は突然に。ソラ、ソラ。ちょっとその時の記憶は定かじゃないんですけど、寝てはいないと思うんですけど、静かになったなと思って、まずパッて見ていなくて、お風呂も見ていなくて、寝室も見ていなくて、トイレも見ていなくて、いないと思って。突然息子が消えた。母がほんの一瞬目を離した隙に一体何が起こったのか。クリスマスの2日前、パパの帰りを楽しみに待っていた息子。しかし悲劇は母がほんの少し目を離した隙に。いや、子供たちのクリスマス。え？空がどっか行っちゃったの？もしかしたら探しに出ちゃったのかもしれないなって思って後悔しましたね。そのプレゼントなんか後で買いに行けばよかったとか、もうまっすぐ帰って遊んでやるべきだったな。やっぱり一緒にいたのは私なので、一緒にいたのは私なんで、玄関にいる時に連れてきてとか、もっと早く追いかけてればとか。帰ってきたか？まだ。まさか誰かに連れ去られたとか？そんな変なこと言わないでよ。まさか。そんなことあるわけないだろう。ちょっと見てくる。そしてたどり着いた先は自宅から700メートルも離れた踏切でした。電車にはねられたらしいわよ。こんな時間に子供がなんで？ちょっとすいません。ちょっとすいません。関係者以外入らないでください。子供がうちにいないんです。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと待ちなさい。電車だったんですけど、全然顔とか体も綺麗だったんで、いまだにやっぱりその場面っていうのはもう消えないですね。その一部始終がもうずっと頭に折って。空、なんであんなところ行ったの？ママが怒ったからかな。ごめんね。お家帰ろうね。空、起きてよね。一緒に帰ろうよ。小室空くん、やんちゃでいつも元気いっぱいだった愛する我が子は、たった4年という短い生涯で行ってしまったのです。あの夜、空くんに何があったのか。事故があったのは自宅からおよそ700メートルも離れた踏切。わずか4歳の子供が一体なぜそんな場所に。そしてその謎を深めるかのように
両親のもとに不思議な出来事が。今空が飛び降りるような時の音しなかったか。チャクラジムっていう神に聖のジムがあったんですけど、23回聞いたのがドンってこう飛び降りる時の音みたいのをつい23日前もドンって音が聞こえて、もっと言いたいことがきっとたくさんあったんじゃないかなと思うんですよ。私たちはすごく空の親になれたことは本当にすごく幸せなことだったんですよ。でも空にとってはどうだったかなって。事故当時空くんの目撃情報はなく、なぜ遠く離れた踏切にいたのかは未だ謎のまま。本当に事故なのか、それとも。そしてその後起きる不思議な現象、突然言った愛する我が子は何かを訴えかけようとしているのだろうか。その真相に迫るため江原が現場へと向かった。4年の人生っていうのはこれ短すぎますよね。真冬の夜の8時頃、そして2階のアパートから階段を降りて空くんは出て行っているということなんですよね。靴を履いてないんですしかも裸足なんですよね、12月に。神隠しにでもあったような気分なんではないかなと思うんですよね。きっとなんか人間が一瞬眠ってしまったと本当わからないじゃないですか。何秒かもしれないし、2時間寝てしまってもそんなふうに思ってしまうし。で空くんはこれまで一人でこういう経路をたどってここまで行ったことはないんですね。なぜこんな離れた場所まで行ったのかというのが一つの疑問です。そして、死因はその頭部を強打したことによる脳挫傷ということらしいんですが、電車にひかれたという割にはVTR にもありましたとても綺麗な状態だったということなんですよね。ほとんどないと言っていいほど綺麗だったそうです。この方向には何かがあるんですか？こっちの方向ですか？進んでいった方向には何もないです。お父さんが帰ってくる駅がこっちにあるとかそういうんじゃないの？それ違います。違うんです。電車ただ電車。電車は好きだったみたいです。不思議だね。あの子は自分たちの元に生まれてきて幸せだったのか。全てを悔やみ自分を責め続ける毎日。しかしどんなに短い間でも共に暮らした日々に何か意味があるとすれば、我が子のために親ができること、それは。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。わずか4歳、あまりにも突然行ってしまった我が子。あの夜何があったのか。幼い我が子が遭遇したあまりにも不可解な事故、その謎を探るべく江原が現場へ。どうもなんかね、やっぱりね、お家にいるなっていうのがあって、それには何か意味があっているんだろうと思うんですね。空くんの霊は未だ家の中に存在しているという。果たしてその意味とは。こんにちは。はじめまして、江原です。奥様ね。彼の目に映る空くんの姿とは一体。お子さんなんだけどね、まず先にちょっと申し上げておきますね。奥さんの後ろにいるのね、もう最初もう入ってきて玄関でもすぐ分かったけど、実はこういうことを憑依って言うんだけれども、憑依の状態でいてて、親子だからね、それでも嬉しいぐらいに思うかもしれないけど、あまりいい状況ではないんだ。それでいて、この子はどうしてそうやってまだくっついてるかというとね、お母さん死なないためなのね。だからごめんなさい、悪いけどこの子亡くなってから死にたいぐらいのね、どうしても子供をね亡くせばそういうこともある。でいて、それでこの子言ってるのは、お母さん自身の感情の起伏ね、やっぱり特に亡くなってからっていうものもやっぱり激しい。だからそれこそ突発的に死んじゃうんじゃないかとかね、それこそ妹に起こしてね、なんかあったら大変だと、そういったことにならないように必死に食い止めてるところがあるね、この子がね。亡き息子が未だこの世に残るわけ、それは自分の死に絶望した母親が死を選んだりしないよう背中におぶさりながら必死に守ろうとしているからだという。そしてじゃあまず順番にね、その日の状況からいきましょうかね。
それでその日をたどってこの子自身も気持ちを整理してもらわなきゃいけないし、その日の状況というのを詳しく知りたい。私的には知りたいんですけど。詳しく教えて知りたい、それね聞いておかないとね。それを聞くには聞いてそこからみんなで分かち合って乗り越えていくという前提がないとダメだから、やっぱりほら自分に起きることっていうのは自分だけが知ってるのって一番不安じゃない。だからみんなでそういったところがね、どこが痛かったのこうだったのね分かってあげれば一番いいわけだから、そのためのこと。未だこの世に残る空くんのために、そしてこの悲劇から両親が立ち直るために、あの日我が子が見たもの感じた痛みを家族で分かち合うことが大切だと語る江原。江原は空くんの霊と交信し、あの日の行動を追う。その時の状況、外に出ていったまずね最初の動機つまんなかっただけなの、本人が。それでいて当日お母さんごめん、お母さん悪いわけじゃないよ、鍵閉まってなかったよ。スッと簡単に開くのが見えるの。お母さん割とねもともと用心深いからちゃんと閉めたりするはずなんだけどね、実際に閉まってなかった。でそこのままねたまたまお母さん出しちゃった。で出てればもしかしたらその辺でパパが帰ってくるかもしれないっていう思いも確かにある。でそれでよくこの子こうやってここでやってなかった？それでここ来てねこうやって階段の襟のところでこうやってブラブラしたりとかいつもやってたでしょ。でこうやってねいろいろ見てた。何分ぐらいかな。でも結構ここでなんかみちゃんねあれだし、で派手なトラック通ったんですよ。ネオンがついてるようなやつで、この子明かりっていうかネオンのついてる派手なその乗り物見ると無性にこう喜んだり見なかった？もともとネオンが好きでした。パチンコ屋さんとかこう動くネオンとかそういうのでしょ。でそれがたまたま通っちゃったわけ。それ見ちゃった。見て近く寄ってみたくなった。まずだからそこからこれ降りるのはすごい早い時間。タタタタタタってでこっちにタタタタタタタ走るようにって言って、ただね一個だけ不思議なのがオートバイ乗ってる男の人声かけたようなの見えるの。そういうのは誰も聞いてない？危ないよとかって言われたとかって。だからこうやって通っていったバイクに注意されてる。僕危ないよってこうやって様子見てるうちに今度鉄道が目に入っちゃう。家の裏手には生前空くんが大好きだったという電車が通っていた。でこの子はねなんか知らないけどね目に飛び込む方へねまっしぐらに行っちゃう子なんですよ。日頃から遊んでてもあっと思う何かおもちゃでも何でもダーって公園でも行っちゃうタイプだと思うの。親振り切ってでも。霊視によって告げられるあの日の様子、江原が指摘するその行動にうなずき息を飲む父と母。さらに江原はあの夜空くんが歩いた道をたどっていく。これだけは言えるのはね、誰かがそこまで連れて行ったとかそれはない。一人で行ってる単独で。ね、お子さんってこっちから行ったって言われてるの？いや、わかんない。全然わかんない。こっち行ったのは見える。そっちから先手伝いに行ったってことはないの？そして江原は突然両親が考えていた経路と別の道を指摘した。こっち行くのはさ、いわゆるその踏切とか現場に向かう一般経路でしょ。お子さんこっち走ったよ。まっすぐにドーンと走ってる姿あるもん。子供に見せたことなかった？電車線路までは行かないですけど、その道路際までは行っていつも抱っこして電車来るのを見せてるよね。江原の霊視によって導かれたその場所はまさに父親が空くんに電車を見せていた場所だった。そしてここ入っていってる。ね、本人の
亡くなった後土とかついてなかった？傘やぶがやっぱりズボンとかにはついてたんでしょ。見せてくれてるね、彼のね自分のその経路っていうのは、だからパパやママにこっち来たんだよっていう。でもうずっと現場までじゃあ線路伝いに行ってるんです。ごめんね、そんな時間帯ってだって電車って何分？ちょうどですね、電車その日なんかあって遅れてもしかしたらちょうどその時間ってなんですけど、強風かなんかで相当遅れてたんで。江原の霊視によれば、空くんはこの場所から大好きな電車を見るため線路に入り、事故現場となった踏切まで歩いていったという。強風でたまたま電車が遅れていたわずかな時間の出来事だった。そして一行はその場所からおよそ300メートル先にある事故現場に到着。そこには未だ痛ましい事故の記憶が残されていた。踏切。電車事故だというのに頭部以外大きな傷もなかった不可解な事故。その時空くんに何が起こったのか。これは僕はあくまでも霊視だよ、霊視。直接の車両部分ってあるじゃないですかにぶつかってないね。ひょっと引っかかってすごい勢いでこうバンと押されたようなね。多分だからああいうホースみたいな車にはねられた時みたい。ポンと。ただね、ここまでのその最後の時には本人もすごくびっくり仰天っていうところはあるんだけども、それまでは実に楽しそうな顔をしている。だから本人にとっての大冒険をしたんだよ。江原が語る死の真相。それは踏切の音に驚いた空くんが踏切とは逆の方向に走ってしまい、その先からやってきた電車の部品の一部に接触。そして突き飛ばされた拍子に頭を打ったのが直接の死因となってしまったのだという。彼はずっとここに残っててさまよっててね、迎えを待ってたわけじゃない。お母さんの方にだってすぐくっついてたぐらいだから自力で帰ったんだね。自力で帰った。今もそうなんだよ。そこに手があんだよ、こうやって。いつもこうそうぶら下がってでしょ。あの事故の後、大好きだったママの元に戻り、今までずっとその背中に必死にしがみついていたという空くん。江原から事故の真相が告げられた今、両親はその痛みを分かち合い、息子の霊とともに我が家へと戻ってきた。そして亡き息子から大好きなパパとママへ最後のメッセージが届けられる。最初にもお話ししたけども、どうしてこうやってお母さんとこいるかというと、お母さんがあまりにも自分を責めすぎてるから。スーパー一つ行っても悲しくなっちゃうわけね。それでスーパーで思わずね泣いちゃうね。要するにほらね、この子がこれ好きだったでこうやっていつもここに走っていて、これおねだりした全部そのスーパー一つこう行っててもうそれがね辛くて、でそれを見て本人がね罪悪感に襲われちゃうわけね。それでいて、だからママごめんね、ママごめんなさいっていう、ママごめんね、ママごめんねっていうのがあるわけ。そしてこの子言ってる。亡くなってもどれだけ時間が経ってもどのようになってもね、ママの子なんだったって言ってるね。そしてあともう一つ、パパやママの子で生まれてよかったって言ってね。ね、はい、この子は2人のもとに生まれて幸せだった。この子はこの子で愛情をもらった。その分ほらお父さんパパに対してはそういう家族愛を教えた、ね、でママに何を教えたかって、この子が言ってるかって許すことを教えた。自分にとってよくここまで頑張ったとかね、できてる自分を評価するってことも大事なんだよっていうこと、それもこの子が教えてくれた最大の親孝行の宝物をね、プレゼント。
パパとママの子供に生まれてよかった、子供に何一つしてやれなかったと悔やむ両親への一生分の贈り物。暮らした日々はわずか4年という短い年月。しかしそこには永遠に続く家族の絆があった。あとやっぱりね、一番実は無念なことの一個申し上げとくけど、お腹空いてるってことはこの子気に入ると同じものばっかり食べるんでよく叱られたっていうの。いやウインナーが大好き。いや実はそのウインナーなの。あ、そうなんですか。今言ってるのがウインナーなの。ウインナーをお腹いっぱい食べたいことなのね。あともう一つ、ね、よく食べてるこれぐらいの大きさのなんかパンみたいな菓子パン。ちっちゃいほら4つぐらい、これぐらいのやつで4つぐらいこう入ってる。それよくこの子食べてた。食べてました。食べてました。それが食べたいって言ってんの。そして愛する我が子の最後の願いを叶えるため、父と母は精一杯の思いを込め料理を始める。こうしてテーブルには空くんの大好物だったものが並べられた。で今度今さ、お父さんの方に移ったよ。物を食べるときはお父さんの方なの？外に外食とか休みの日はパパに食べさせてもらう。外食行ったら自分の膝の上に乗せて食べさせて。だからだ。だから食べ物って来た途端に首からこっち移ったの。そうだね、その方がいいね。いつまでもここ行っちゃいけないんだ。ね、だから向こうから今度覗けるように、ね、時々遊び来てもいいし、ね、お父さんお母さんから彼に言葉言ってあげてくれますか？そらずっと大好きだよ。パパも大好き。ママとミクのこと守るから空も見守ってて。空ありがとう、いっぱいありがとう。ママも大好き。いつまでもくよくよ悲しまないように、前向きに頑張ります。こうして大好きなパパとママの言葉を胸に、空くんは行くべき場所へと旅立っていった。自転車に乗っていった。1週間ぐらい前に自転車で乗せては走っていった、子供用のカゴに乗せて自転車見に行ったんですよ。自転車スーって行ったよ。だからやっぱりこの子は浄化しないわけないんですよ。やっぱりそれだけお母さんとかお父さん心配だった。また会えると思って頑張って生きていきたいなと思いました。わずか4年という短い人生を終えた我が子。その悲しみから親はこの子が生まれてきた意味さえ見失っていた。しかしたった一瞬でも共に過ごした日々に偽りはなく、この家族の絆が消えることはないのです。いつかまた会える、その日まで。江原さん、空くんは本当にパパとママのところに生まれてきてよかったって言ったんですか？そうなんですね。素敵なお子さんですね。本当だよ。そういや、どこのうちのお子さんもそうだと思いますよ。めぐみさんちだってそうだと思うし、4歳っていうのはちょっとあまりに短い早いっていう印象があるんですけど、寿命だったってことなんです。どうしてもこちらだけの尺度で見ればね、長生きが幸せで短命は不幸ってね、捉える人が多いと思うけれども、でもねそれは違うんですね。魂の世界でのね計りはどれだけ込めたかなんです。愛情をこうやってね親御さんからいっぱい受けて、そして育みをして、そして帰っていく。実際のことが分かってきたら彼女の顔がだんだんほどけてきましたよね。だから納得がいかないっていうことが一番親にとって不幸なんですよね。それでね、死人に口なしでしょ。その後の家族を見るのは辛いと思いますよ。実は亡くなった人が一番辛いんですよね。多分供養って何かって言ったら一言で申し上げてね、どんなことを何かするんじゃなくてね、亡くなった人たちに心配をさせないような生活をしていること。こっちがね、はい、そうなんですね。余命2年。もし愛する我が子が不治の病に襲われたら、あなたならどうしますか？親が子供にしてやれること、
子供が親に教えてくれること。激しい闘病生活の中、親は苦しむ子供に何をしてやれるのか。そしてその時、子供は親に何を望むのか。中吉よかったね。中吉はこれから大きくなってからいいんだよ。幸せな家族を襲った悲劇。これは壮絶な病と闘った娘、そして家族の物語です。エリは寝坊だよ、寝坊。もうエリ早くしないと遅刻よ。ほら。お母さん、なんかおかしい。立てないよ。お母さんが2人に見える。エリさんは悪性の脳腫瘍です。あと5年生きていられる確率はおそらく 20%。 どうしてエリが、どうして私の子供が、もう涙すら出ないほどのショックでした。エリは知ってるの？言えるわけないじゃない。そうだな。エリのためにみんな黙ってよ。エリ。こうして家族の戦いの日々が始まったのです。頭の中の病気になっちゃったんだって。でもね、手術すれば治るみたいだから頑張って手術しようね。平成10年7月、エリは脳腫瘍の摘出手術を受けることになりました。10時間に及ぶ手術は無事成功。しかしその手術はまだ幼い娘の体に大きな後遺症を残したのです。あれ、しっかり持って。どうかな、具合はエリちゃん。なんだか右手と右足が動かない気がして。大きな手術の後だから後遺症が残ってしまったんだ。でも少しでも良くなるようにリハビリ一緒に頑張ろうね。はい。それからというもの、エリは本当に一生懸命頑張りました。何してるの？右がダメなら左でやればいいんだよ。だから練習してるの。練習すれば字も書けるようになる。頑張れば病気だって治る。エリはそう信じていたに違いありません。そして入院から半年後、エリは無事退院しました。エリ、お母さん車で送っていくわよ。いいの？これからずっとそうやってエリを甘やかすつもり？自分でできることは自分でやりたいの。お母さんたちに迷惑かけてばっかじゃいられないでしょ。おはよう。おはよう。これからもずっとこの子は私たちのもとにいてくれる。みんないつしかそう思うようになっていました。しかしそんなかすかな希望さえ無情にも消されてしまうのです。平成11年12月20日。脳外科の佐伯です。あ、いつもお世話になっております。お母さん、落ち着いて聞いてください。エリさんは。エリ、佐伯先生から電話があってね、この間の検査でまた病気が見つかったんだって。また手術受けなきゃいけないみたい。そんな、治ったんじゃなかったの？なんでまた手術しなきゃいけないの？なんで入院しなきゃいけないのよ。私が何したっていうの？もうやだよ。もうエリも自分がまた再び入院するっていうことになった時はむせび泣きました。でもやっぱりなんとかこの子は治るんじゃないかって、私たちの元にずっといてくれるって思い続けてた。こうしてエリは再び入院したのです。エリちゃん、大丈夫？うん、大丈夫だよ。美咲、ごめんね。奇跡を信じ続ける家族。しかし病魔は娘の体の自由を奪い続け、
エリちゃんはついに呼吸をするために気管を切開し、話をすることすらできなくなってしまったのです。エリプリン買ってこようか。えり帰りたい。帰れるよ。頑張れば絶対帰れるからね。帰ろうね。どんな姿であれ生きていてほしい。母はそう願い、励ましの言葉をかけるしかありませんでした。しかし無情にも最後の時はすぐそこまで近づいていたのです。そしてついにエリちゃん。エリ何が言いたいの？お母さんに言ってごらん。ねえ、エリ今なんか言ったよね。もう一度言ってごらん。亡くなってく瞬間に口も聞けない目も見えないそんな状態の時に何かを言い残したんですね。言い残した言葉が何だったのか知りたくて、いつもこういいようにいいようにありがとうって言ってくれたんじゃないとかそう思うんですけど、最後に助けてって言ったのかなとかそういうこと考えると立ち直れなくなりますよね、やっぱり。今井絵理ちゃん去年15。しかし絵理ちゃんの死後、家族の周りで不思議な出来事が。ただいま。美咲、学校にエリちゃんがいてね。あ、エリちゃん。エリちゃんと友達と3人で歩いて帰ってきたの。間違いなくエリちゃんでした。なんかすごい嬉しさがこみ上げてきましたね。そして絵理ちゃんの死から5年以上が経つ今でも、今音がしたよな。エリなのかなって思いました。エリが話したかったことっていっぱいあったと思うんです。本当にそれを今でも聞いてあげたい。家族みんなが聞きたい。そしてエリに会えるもんなら会いたいです。壮絶な闘病の末、15歳の若さでこの世を去った娘。そして死後5年が経つ今でも家の中で起こる不思議な現象、それはエリちゃんからのメッセージなのか。そして死の間際、彼女が動くはずのない口を動かし最後に家族に伝えようとした言葉とは。その思いを受け止めるべく江原が家族のもとへと向かった。なんかご本人使ってたような何かものかなんかないです。大事。あ、そういうの。これ。ありがとうございます。ちょっとお借りしますね。江原は突然亡くなったエリちゃんが生前使っていた杖を手に霊視を始めた。そして何かの痕跡をたどるように家の中を歩き回る。江原が見つめる視線の先、そこにはどんな真実が。ここのところで何か見たとかそれはない？この場所。ここはエリが座ってる場所です。大体今見てるとここの辺りにいることの方が多いな。それでみんなを見ている、だけれども。生前エリちゃんが座っていた場所で霊視を続ける江原。そしてご本人いる。ご本人来てる今。お父さんのとこにいる。実はね、伝えたいことがあって来てんの。新しいんですか？そう、お父さんに頼み事があるっつって来てる。そうですか。死後5年が経過した今もこの家にとどまっているという娘の霊。死してなお父に伝えたいその思いとは一体何なのか。
今もねこのお父さんのところにいるんです、結論先にちょっと言っておきましょう、お母さんのことなんです、ね、お母さんとお父さんの心の距離感、お母さん自身のことをちゃんとお父さん見てあげてほしいってことをまず言ってんね。で実はお母さんにちょっとね、注意を与えに来てる、本当にお母さんにお世話になったとね、でお母さんに育てて大事にしてもらっていっぱいいろんなことしてもらって感謝してると、けどお母さん一つ勘違いしないでほしいってこと言っててね、お母さんだけがね全て大変な荷を背負ってんじゃないよと。亡き娘から未だ悲しみに暮れる両親へ突然告げられた意外な言葉の奥にはどんな意味が、そして続いて告白されたのはその壮絶な闘病生活の中で15歳の娘が感じた胸の内だった。彼女の愛情として言ってるんだからね、お母さん自身を全然責めてもいないし、ね、お母さんに素直に冷静に理解してほしいっていう気持ちの方が強いからね、お母さんのために私は最後まで頑張ったって言って、私は病気のことも全部途中で気がついてる、分かってたけど分からないふりしたって、でお母さんのために頑張った。でお母さんはね最後まで頑張れ、生きてちょうだいっていうかね、必ず乗り越えて、そればっかり言われてね、エリは正直辛かったってね、エリは自分だけで背負ったって抱えたって、で気づいてても気づかないふりしてきた。ふりしないとお母さんがどうなっちゃうかわからない。これがね親孝行なんだと思って自分一人でそういう弱音をわざと言わないで来たって言ってんの15歳だよ。怖かったですね。エリを失うかもしれないっていう恐怖がずっとついてて、怖かったです。迫り来る死の中抱えていた母への思い、治らぬ病気と気づきながらも娘は絶対治ると言い聞かせる母の言葉にうなずき戦い続けたという。ずっと誰にも言わずにおこうと決めた思い、それを今あえて告げる真意とは。今では本当に自由な状況なのだけど本当の自由に慣れてない。それがなぜかというとこのうちのが心配でなの。ずっと冷戦状態だったでしょ。お姉ちゃんなりに実はいっぱいいろんなことを制限してるの分かってるってエリちゃん言ってるの。やりたいことを実は我慢してることもいっぱいあるって。でお友達見てもみんなもっと自由にしてんのに私はそこまでの自由はできない。でもしょうがない、それでいいんだってみんなが幸せなね。お姉ちゃんそう言ってるね、エリちゃんにもね。やっぱりどうしても言いたくても言えないこともあって、私が妹の代わりになって両親を今度支えていかなきゃなって思いもあったんで、エリが亡くなった時気持ちの衝突、食い違いはあったような気がします。みんながいい家族でずっといてほしいんですって。だからその上で2人がねそれこそ心配にいつも思ってることをやっぱり解決してあげたいっていうかね、最後のもうほとんどそれこそ気管切開とかしたあたりから逆に言うと別の方の能力の方が出てくる。要するにもう半分生きかけてたその時だから家でのことが分かるっていうこと、お母さんとかのすれ違い、そういったことも感じ、みんなのね動揺全部寝ながら病院に寝ながらにして感じてた。だから口を動かしたの最後ね。みんないい加減にしてって言いたいとこあったの。自分たちのねいい加減に気づいてくれないといけないよと、それはみんなの幸せのためにっていうこと。それで亡くなってから今日までもう本当に家族がバラバラになんじゃないかと思ってすごく心配してきたんですよ。
子供たちにお世話になってるの。親が絶対的に子供を世話しててねっていう一方通行はありえないってこと。だから親子って別に何もこの世に出てきた順番っていうだけの話で、みんな仲間ね。迫り来る死と戦いながら娘が見つめていたもの、それは痛みでも恐怖でもなく愛する家族の姿だった。自分がいなくなってもこの家族が壊れませんように。お父さんもお母さんに謝ってって。確かにお父さんもね、ちゃんとお母さんのちゃんとした味方にならなかったって。もうその通りいろいろありまして、戦いだったですね。西洋医学からこう半分見放されたような状態でしたから、もう本をもうとにかく文献を読み漁って、何でもやりましたね。途中で私がブレーキをかけた、そういうことも多少心のわだかりとなっているところもあるんだと思うんですね。それをそのままにしてきてることも事実なんですね。どうもすいませんね。お母さんだからもうこれで金輪際絶対言っちゃダメだってことなの。思ってもダメなの。だけどこうやってね、この場でまでお父さんね、こうね、Aちゃんに言われてね、頭下げて、お母さんこれ本当に思ってることなんですよ。主人大事にします。でこれでまた仲のいいね、Aちゃんが生きてた、元気だったその頃に戻れる。家族を失う恐怖をそれぞれが抱え過ごした日々。治ると言い続けた母も、もう苦しませたくないと思った父も、全ては愛するがゆえ。しかし誰よりも苦しんだ娘が望んだこと、それはあの頃に戻ること。それでね、学校帰りとかそのお姉ちゃん姿見たでしょ。あれは本当にお姉ちゃんだったんだって。美咲ちゃんその時にね、私はお姉ちゃんに何もしてあげられなかったってね、悔やんでくれたから、そんなことないよっつって出てきたんだって。だからお返事だったんだって、美咲ちゃんが言ったことの。そういうふうに自分で思って言ったこと覚えてる？病院に来れない時もいつもお姉ちゃんにね、お姉ちゃんのためにお祈りしてくれてね。だからそういうようなことも全部分かってるから、そのお返事として現れて、いつもこうやって言ってね、美咲ちゃんのこと見てるよってね。だからそういうふうにお返事をしたかっただけなの。だからその時から美咲ちゃんどっかでふっと安心したと思う。そしてお姉ちゃんにね、もっと精一杯恋愛してほしい。私このままじゃ恋愛できないって言うから、 A ちゃんが「何言ってんの?」ってね、私はもっといっぱい恋愛したかったのにできなかったんだからね、その分してよって言ってんの。でお姉ちゃんとは結構恋愛の話もいっぱいしたらしいんだよ、ね、もう一度生まれることができたならばすごい素敵な恋愛をいっぱいしたいんだって。姉妹にだけ伝わる思い。姉も妹も親の知らないところで悲しみを背負い暮らしていた。これでりちゃんはようやく安心していけると思う。今までエリをそんなにこう亡くなってからこう肌で感じることってそんななかったんですけど、今本当にすごい家族5人でいる時のような感じで、改めてエリありがとう。これからも家族でね、頑張る、今言ってあげたいです。エリに心配かけないようにしていかなきゃいけないね。わずか15歳という若さで行ってしまった娘。しかしどんなに病魔が家族を引き裂こうとしても奪い去ることができないものが一つだけあるとしたら、
愛する我が子が教えてくれたこと、それは5人で過ごしたあの日々を永遠に。エリちゃんの最後の言葉は僕は個人的には本当にびっくりしました。もういい加減にしてと、家族みんなで仲良くいてねと、また天国から子供に教えてもらうというか。そうですね。親がもちろん子を育てるけれども、子も親を育てるんですよね。だから本当みんなのね育み合いだというふうに思うんですね。だからこういう事例をねたくさん見ていくと、本当に子供みんな亡くなってるね人たちって本当に親を思うんですよ。親御さんである人はみんなどっかで気負ってるでしょ。だから実はこの番組見てね、いや子供にいっぱい助けられてる事実をね思い出されたらいいんじゃないかと思いますね。僕悲しいんですけど、なんか家族って素晴らしいなっていうのをなんか改めて教えてもらったような気がして、私も途中からやっぱ疑い出したんですね。自分はただごとじゃないんじゃないかと思った時に、看護師の方になんか昨日やってた白血病になる番組があって、自分の症状と似てたんですよっていうのを言ったら、その看護師さんが逃げるように出てったんですよ。なんかそういうのとかを見て、もしかしてみんな嘘ついてんのかなって思ったりとかも、結構病気になると敏感に感じるようになるので、でも自分自身がその病気をちゃんと受け止めてからは、もう本当に家族ともちゃんとそれぞれ話せるようになったし。みんなねちょっとのことですぐくじけたりするでしょ、でもねみんな誰しもね人間ってね本当はすごく強いね力を持ってると思うんですね。だからくじけて死にたいとかいう人もいるけど、それをね乗り越えようと思った時にはね、人間って絶対本当の底力出ると思いますよ、誰でも。亡くなって初めて気づくもの。夫は子育てが終わったら2人で喫茶店でも開こうかといつも妻に話していました。しかし突然の事故がかけがえのない命を奪った時、残された妻は、幼い子供たちは。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。